こんにちは。今回の動画では、リーダーシップ論とモチベーション論がどのように進化してきたのか、それらが現代の組織にどのように適用されているのかを探りたいと思います。これらの理論が、私たちの職場や日常生活にどのように影響を与えているかについて、一緒に考えてみましょう。リーダーシップ論の変遷。リーダーシップ論の歴史は、多様な理論と、その提唱者たちによって作られてきました。まず、リーダーシップ論の歴史は、特質理論の登場から始まります。レーモンド・カッテルや、エドウィン・ギボンなどの心理学者による、20世紀中頃の研究によって、彼らは、リーダーに共通する性格特性や能力を特定しようとしました。この頃はリーダーシップは、まだ、個人が持つ才能だと考えられていました。次に、行動理論の時代へと移ります。1950年代、カート・ルーイン、ロナルド・リピット、ラルフ・ホワイトは、リーダーの行動様式がグループのパフォーマンスにどのように影響するかを研究しました。彼らは、リーダーシップは学べるスキルであり、特定の行動を通じて、効果的なリーダーシップが行えるという考え方を提唱しました。さらに、状況対応理論が登場します。1960年代から1970年代にかけて、ブレッド・フィードラーは、リーダーシップの効果は、リーダーの性格特性だけでなく、そのリーダーが置かれている状況にも依存すると主張しました。フィードラーの状況、適合理論は、リーダーシップ研究において、性格特性よりも、リーダーが置かれている状況に焦点を当てることの重要性を強調しました。その後、変革的リーダーシップが登場します。1978年、ジェームズ・マクレガー・バーンズは、リーダーとフォロワー間の相互作用に基づいた変革的リーダーシップの概念を紹介しました。彼によると、変革的リーダーは価値観や期待を高めることで、フォロワーをより高いレベルのモラルや動機づけに引き上げることができます。この理論は後に、バーナード・エム・バスによってさらに発展しました。次のセクションでは、モチベーション論の変遷について見てみましょう。モチベーション論の変遷。モチベーションに関する理解もまた、時間を経て大きく進化してきました。最初にマズローの欲求階層説から始めましょう。1943年、心理学者エイブラハム・マズローは、人間の行動は基本的な生理的欲求から始まり、最終的には自己実現の欲求へと進化するという理論を提唱しました。彼の欲求階層説は、人間のモチベーションを理解するための基本的な枠組みとして広く受け入れられています。次に、ハーズバーグの2要因理論を見てみましょう。1959年、心理学者フレデリック・ハーズバーグは、仕事の満足と不満足を生み出す要因は異なるという理論を発表しました。彼によると、衛生要因、給与や職場の条件などの不足は不満足を引き起こしますが、それらが満たされても必ずしも満足にはつながらない。満足をもたらすのは、動機づけ要因、達成感、承認、仕事そのものの性質などであると主張しました。そして、自己決定理論に移ります。1985年、心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンは、内発的モチベーションと外発的モチベーションの違いを中心に置いた自己決定理論を提案しました。彼らは、人々が自律性、能力、関係性の感覚を満たすとき、最も内発的に動機づけられると主張しています。これらの理論は、モチベーションが単純な一次元の概念ではなく、多層的で複雑な現象であることを示しています。また、個人の内面的な欲求と外部からの刺激がどのように相互作用するかを理解することは、効果的なモチベーション戦略を開発する上で不可欠です。次のセクションでは、リーダーシップ論とモチベーション論を現代の組織にどのように適用すればいいのかを考えてみましょう。現代組織への適用、ビジネスパーソンが実践しておきたいこと。それでは、一般的なビジネスパーソンが日々の業務にリーダーシップ論とモチベーション論をどのように適用できるか、
具体的な方法について見ていきましょう。リーダーシップ論の実践。1、目標の共有。チームメンバー全員と会社のビジョンや目標を共有し、それぞれがどのように貢献できるかを話し合いましょう。変革的リーダーシップの原理を活用して、従業員の内発的モチベーションを高め、目標達成に向けた熱意を引き出します。2、フィードバックの積極的提供。定期的に個別フィードバックの時間を設け、ポジティブな成果はもちろん、改善点についても建設的な方法で伝えましょう。状況対応理論を念頭に置き、各従業員のニーズや状況に合わせたアプローチを取ります。モチベーション論の実践。1、自律性の促進。チームメンバーが自分の仕事に関して自らが意思決定を行えるようにすることで、自己決定理論に基づく内発的モチベーションを促します。例えば、プロジェクトのアプローチ方法やタスクの優先順位付けを従業員自身に任せることが挙げられます。2、達成と承認。小さな成功でも認め、チーム内で共有しましょう。ハーズバーグの2要因理論によれば、達成感や承認はモチベーションを高める重要な動機づけ要因です。定期的な表彰制度の導入や成功事例の共有はチームの士気を高めます。日常業務への適用例。週次ミーティングでチームメンバー一人一人がその週に達成したことを共有し、お互いの努力を称賛します。新しいプロジェクトを始める際には戦略や目標設定にチーム全員を巻き込み、各メンバーの意見やアイデアを積極的に求めます。チーム内のコミュニケーションチャンネル。例、スラックや Teams で成功したプロジェクトや個人の貢献を称えるコーナーを設け、ポジティブなフィードバックの文化を育みます。これらの実践は、リーダーシップとモチベーションの理論を現代の職場に適用し、より生産的で満足度の高い職場環境を作るための一歩となります。まとめ、今回の動画では、リーダーシップ論とモチベーション論の進化から、現代の職場での具体的な適用方法に至るまで、その重要性と実践の方法についてお話ししました。リーダーシップ論は、特質理論から始まり、行動理論、状況対応理論を経て、変革的リーダーシップへと進化してきました。これらの理論は、リーダーシップが単に生まれつきのものではなく、学び、状況に応じて適応し、組織全体を変革するプロセスであることを示しています。一方、モチベーション論も、マズローの欲求階層説から、ハーズバーグの2要因理論、そして自己決定理論へと発展してきました。これらの理論は、従業員がどのように動機づけられ、どのように最高のパフォーマンスを発揮するかを理解する上で、不可欠です。そして、これらの理論を現代のビジネスパーソンが、どのような方法で実践すればいいかについてもお話ししました。リーダーシップとモチベーションは、個人や組織が成長し、成功を収めるために重要な要素です。理論を学び、それを日々の業務に適用することで、私たちはより良い職場環境を作り、チーム全員がその能力を最大限に発揮できる環境づくりを目指しましょう。どんなに美しい花も、日光や土や水など良い環境が揃わなければ咲くことはありません。今日の動画があなたのリーダーシップとモチベーションに関する理解を深めるきっかけとなり、良い職場環境づくりの実践に役立つことを願っています。ご視聴ありがとうございました。